東京町探検です。今回は駒込の大仏駒込大観音と富士塚、富士港などの富士信仰に関連する寺社を中心に歩きます。どうぞご覧ください。地下鉄本駒込駅前の駒本小学校前交差点です。江戸時代、この辺りは青物問屋が立ち並ぶ青物市場でした。駒込名産のナスのほか、大根、人参、ごぼうなど土のついた根菜が取引されたため、駒込土物棚と言われました。その起源は江戸時代初めのこと。近郊の農民たちが江戸市中に野菜を売りに行く途中、毎朝ここ天永寺境内で休憩を取り、荷を分けていました。そこへ近くの人々が野菜を買いに集まり、やがて市場に発展していきました。神田、千住とともに江戸三大青物市場の一つでした。本郷通りを 2,3 分南下し、東へ向かいます。本駒込駅周辺には多くの寺院が集まっています。門中の像が特徴的なこちらのお寺。その向かい側にも、以前たまたま4月8日の花祭りの日にこの辺りを訪れたことがあります。どのお寺にも飾り付けられた花見堂と釈迦像に甘茶をかける用意がなされ、甘茶などの振る舞いもありました。通り沿いに並ぶお寺の中で一番奥にあるのがこちら高源寺さんです。こちらが本堂、ご本尊阿弥陀如来がいらっしゃいます。きれいなお庭を通り抜けると、左手に目当ての仏様がいらっしゃいます。ですがせっかくですので正面から入り直すことにします。ここには駒込大観音と呼ばれる十一面観音立像が安置されています。もともとは江戸時代中期に奈良の長谷寺にいらっしゃる十一面観音の写しとして作られました。木造金箔で身の丈は2畳6尺、約8メートルもあったそうです。岩の上に直接立っているのも長谷寺と同じでした。しかし戦争中の空襲により観音堂ともども焼失しました。そして半世紀近くが過ぎた1993年に悲願の再興がなり、今の観音様がいらっしゃいます。身の丈は6メートルとやや小ぶりになりましたが、見事なお姿です。左は焼失前の大観音の神宝を立てていた礎石。右は観音堂の基礎の石です。この石碑は江戸時代に建てられたもので、建立の中心になった町人2名の名が刻まれています。大きな庚申塔が立っています。しかも保存状態が大変良好です。衣の裾の翻る様子やふくらはぎの肉付きなどとてもリアルです。邪気や猿たちの表情もよくわかります。隣にある石仏は右が阿弥陀如来、左が千手観音です。羽のように見えるところはたくさんの手です。石仏なのでこうなるのでしょうが、こうした作りはあまり見たことがありません。住宅街の道を歩いていくと、突き当たりに海蔵寺があります。ここには弥勒行者、あるいは直行行者、直行弥勒などと呼ばれる人の墓があります。弥勒行者は富士信仰の中興の祖です。庶民の苦しみを救おうと富士山の石室で断食し、そこで亡くなりました。
弥勒の教えは広く庶民の信仰を集めました。江戸を中心とした関東の庶民は富士講というグループを作り、代表を富士登山に送り出しました。また地元に富士塚を築いて、それに登ることで富士登山と同じ功徳を得られるとしました。江戸後期には江戸808校、甲中8万人と言われるほど富士信仰が盛んになりました。現在も東京には多くの富士塚があります。溶岩を積み上げた墓で一番上に墓碑が立っています。見たところは富士塚そのものです。石灯籠や石碑、石仏などさまざまなものが集められています。本郷通りを渡り白山下に向かいます。正面に見える高校で文化祭が行われていたようです。左の角に四角い石が置かれています。関西で見かける車よけの池津石に似ています。これもそうなのでしょうか。他にも小さな石が道端に立っています。左手は大円寺さん、右手はその墓地が続いています。この墓地に幕臣で砲術家の高島秋帆の墓があります。秋帆は西洋式の砲術の採用を幕府に建議し、日本で初めて洋式砲術の公開演習を行いました。その場所、徳丸ヶ原は彼の名を取って高島平と名付けられ、板橋区の地名、駅名になっています。墓地の向かい側でご本尊にお参りし進んでいくと、宝禄地蔵がいらっしゃいます。宝禄とは素焼きの縁の浅い土鍋です。ごまや銀杏、茶葉などを煎るときに使います。この地蔵様は恋仲になった寺子小小石さに自宅に火を放ち、火あぶりに処された八百屋お七を供養するものです。お七の在業を救うため、熱した宝禄を頭にかぶり、自ら焼熱の苦しみを受けたそうです。積んであるのが宝禄です。地蔵様も頭にかぶっていらっしゃいます。八百屋お七の話は歌舞伎、落語などで様々に脚色されており、史実は不明です。しかし都内を歩いていると時々その名を見かけるので、代表的なストーリーをお話しします。八百屋の娘お七は江戸の大火で焼け出され、菩提寺で避難生活を送りました。その時寺子庄の吉座と恋仲になりました。やがて自宅が再建され寺を引き払うと、会いたさが募るばかりです。もう一度自宅が燃えればまた吉座の寺で暮らせると自宅に火を放ちました。火はすぐに消し止められたものの、お七は放火の罪で火あぶりに処せられました。なおこれには後日談があります。宝禄地蔵の大円寺と同名の目黒の大円寺にまつわる話です。このことは目黒を歩いた動画でお話ししておりますので、概要欄のリンクなどからご覧ください。お七一家の菩提寺だった円成寺です。火事の際避難生活を送り、吉座との恋に落ちたところです。そしてお七の墓があります。墓は3基あり、左から
地元有志の方々、寺のご住職、江戸時代の歌舞伎役者岩井半四郎が建てたものです。今回の探検の最後に近くにある富士塚に行ってみましょう。それはここ白山神社にあります。山手線の内側にある多くの神社と同じく、ここも台地の上にあり、階段を登っていきます。石垣を含め姿のいい階段です。石垣の上は練り塀に似せて作られています。左手に節末社が並んでいます。加賀一宮の白山神社を勘定したそうです。拝殿の右から裏手に向かいます。文京区には富士塚が3つあります。一つはこの探検でも訪れた駒込富士。もう一つは五国寺の音羽富士。そしてここ、白山富士です。草木が茂り、富士塚の形が分かりにくくなっています。鳥居の奥に見える高い木のあたりが山頂で、祠が立っています。ここからだと祠が見えます。低い木の多くはアジサイです。毎年6月に文京アジサイ祭りが開かれ、その期間中は富士塚が公開されます。では、以前に撮影した公開日の写真をご覧ください。駒込を歩いた今回の探検は、ここ白山神社で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。次の探検でまたお会いしましょう。